猫が好きな食べ物は何でしょう。魚と答える人が多いでしょうか。しかしご存知の通り、水に濡れるのが苦手な猫はそもそも魚を狩りの対象としていません。猫はネズミや小鳥などを食べる動物として進化してきました。そのため猫が魚を食べることはリスクを伴います。猫に頻繁に大量の魚を与えている場合はすぐにやめるようにしましょう。ただしマグロやカツオの猫缶は猫にとって必要な栄養素が添加されているので、毎日食べさせても問題ありません。頻繁には魚を食べさせていなくても、時々刺身をお裾分けしている飼い主さんもいるでしょう。今回の動画では猫に刺身をあげる時の注意点を解説します。猫に刺身をあげるときは鮮度、種類、量の3点に注意しましょう。猫に刺身をあげるときの注意点その1、鮮度。当然ですが、人が食べてもお腹を壊さないくらい新鮮な刺身を与えましょう。新鮮でない刺身には細菌やウイルスが繁殖しているので、猫も人と同じように食中毒を起こします。細菌やウイルスによる食中毒以外に注意したいのがヒスタミン食中毒とアニサキス症です。鮮度の落ちたマグロ、ブリ、サンマ、アジ、イワシなどの魚にはヒスタミンという物質が蓄積していて、下痢、嘔吐、ジンマシンなどアレルギー症状を引き起こします。ヒスタミン食中毒はアレルギー体質には関係がなく、猫にも人にも起こる可能性があります。ヒスタミンは煮たり焼いたりしても分解されないので、加熱すれば大丈夫ということはありません。鮮度が良くても自分でさばくと寄生虫の存在を見落としがちです。猫にはスーパーや魚屋さんで売っている刺身を与えましょう。アニサキスという寄生虫を生きたまま食べてしまうと、猫も人も激しい腹痛と嘔吐の症状で苦しみます。アニサキス症は十分な冷凍マイナス20度で24時間以上や加熱調理中心温度60度で1分以上で予防できます。猫に刺身をあげる時の注意点その2、種類。猫に与えるのにおすすめなのはタイなどの白身魚やマグロやカツオなどの赤身魚です。次に絶対に猫にあげてはいけない刺身の種類について解説します。アワビやサザエなどの貝類の内臓は少量でも猫に食べさせてはいけません。光線過敏症という病気になるリスクがあるからです。猫の体内にアワビの毒が入ると、皮膚が薄い耳に日光が当たることで赤みやかゆみが生じます。猫はかゆくて何度もかきむしるので、ひどい場合は耳が取れてしまいます。貝類の種類によって内臓の位置や毒性などが異なりますので、内臓に限らず猫には貝類を与えない方が安全でしょう。イカ、タコ、ホタテなどに含まれるチアミナーゼという酵素は猫の体内でビタミン B1 を分解してしまいます。猫がビタミン B1 欠乏症になると、嘔吐、食欲不振、痙攣などの症状が出ます。最悪の場合は死に至ることがありますので、イカやタコは与えないようにしましょう。ホタテは猫用おやつとして見かけることがありますが、猫が食べても大丈夫な部位だけを加工してありますので、安心して食べることができます。猫に刺身をあげる時の注意点その3、量。猫に与えていい刺身の量は人間が食べる1切れの4分の1ぐらいと言われています。少ない感じもしますが、多くても1切れまでにしましょう。魚をたくさん食べ過ぎると次のような症状が心配です。マグロ、カツオ、アジ、サンマ、イワシなどの魚を食べ過ぎると、イエローファット、黄色脂肪症を引き起こすことがあります。イエローファットは漁村に住む野良猫のように主食として魚を食べている猫が多く発症します。お腹の皮下脂肪組織に炎症が起こり、しこりのように硬くなって熱や痛みが生じます。魚をよく食べる猫が抱っこを嫌がったり、歩くのが辛そうな時はイエローファットになっている可能性があります。猫に刺身を与える時の注意点を解説しました。最後にまとめです。1、貝類は与えてはいけません。
2、少量の新鮮なマグロやタイの刺身を与えましょう。今回の動画はこれで終わりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。